もし子供のスマホに見知らぬエアタグの警告が出たら誤作動とは限らないぜ。子供の通学経路まで誰かに知られていたとしたら最悪ね。これ誰かの忘れ物の近くにやっただけじゃないのかな。すぐに消さないで、どこからどこまで反応したのか確認しよう。便利な紛失防止タグが他人の日常を覗く道具に変わった疑いがあるぜ。鍵やバッグを探す道具なのに持ち主の知らない場所へ入れられたら怖いわ。対応する端末には身に覚えのないタグとの移動を知らせる安全通知がある。でもその通知だけで犯罪や設置者まで確定するわけじゃないのよね。その通りだぜ。危険人物を自動で判定する機能ではないんだ。表示された経路に学校の近くや家族と出かけた場所まで重なってる。数時間の偶然なのか、それより前から続いていたのか、記録を見よう。本人にも覚えがないならまず家族全員で情報を共有するべきね。ここで浮かんだのは数ヶ月に及ぶ追跡だった可能性だぜ。数ヶ月って通学も買い物も家族との外出も見られていたかもしれないじゃん。ただし所有者も設置時期も目的もこの警告画面だけではわからない。昨日だけじゃないな。今まで感じた違和感も偶然じゃなかったのかな。決めつけるのは後だ。画面と日時を残して一つずつ確かめよう。静かな警告一つが家族の数ヶ月を疑い直す入り口になったんだぜ。一つずつなら見過ごす違和感を時系列に並べると別の顔を見せるぜ。警告が出るまで本人にも家族にも確かめようがなかったのよね。うるつないの道で同時人を何度か見た気がしたことがある。その証言が確認できる場合でも見かけた人物を設置者とは断定できない。不安だった記憶と確認できた記録は分けて考える必要があるわ。まず日付、時刻、立ち寄った場所を分かる範囲で書き出そう。通学、買い物、家族との外出、それぞれの時間をスマホと照らし合わせるね。推測は推測、端末に残る表示は記録として色を分けると整理しやすいぜ。怖いと全部がつながって見えるから冷静な区別が大事なのよ。それでも10なりが続けば単発の接触では説明しにくくなるんだ。月曜日は通学、火曜日は買い物、週末は家族で外出している。どの日も同じタグだったのかは今の画面だけではわからないよ。そこを推測で埋めるな。識別情報や表示内容をそのまま記録するんだぜ。画面を撮るなら表示日時や経路も一緒に残した方がいいわね。通知を消したり設定を変えたりする前に見えている状態を保存する。スマホ全体と警告の詳細、それから現在時刻がわかる写真も残そう。発見の察し物があってもすぐに捨てたり壊したりしない方がいいよね。そうね、怖くても独断で分解すると情報まで失うかもしれないわ。ただし危険を感じる場所で証拠のために居残る必要はないぜ。安全な場所へ移り緊急性が高ければ通報を優先するんだ。タグはどこにあったとされるのか、そこも確認済みの範囲だけにしたいわ。通学用バッグ、自転車、車両など公開情報にあるカテゴリーまでだな。学校名や住所、生活圏を推測できる情報は絶対に広げちゃダメよ。未成年の安全より視聴者の好奇心を優先する理由は一つもないぜ。バッグの底やポケットを調べるときも家族と一緒の方が安心だね。見つけても触り回さず、状態と場所を記録して相談先の指示を聞こう。発見場所が報道で確認できないなら特定の場所だったとは言えない。それなのに想像で自転車や制服を書けば別の人まで傷つけるわ。再現は再現と明示し、事実の映像だと誤解させない配慮が必要だぜ。わからない部分をわからないという方が家族には誠実だと思う。過去の違和感を思い出しても記憶は後から意味付けが変わることがある。だから本人を問い詰めて思い出させようとするのは違うのよ。覚えていることだけでいい。わからない日は空白のまま残そう。同じ人を見たりはするけど顔や日時までははっきり覚えていない。その言い方なら証言の限界も含めて記録できているぜ。不確かな記憶を断定に変えないことが本人を守ることにもなるわ。端末の通知と本人の記憶が重なっても故意性までは証明しない。誰かの持ち物が偶然近くにあった可能性も最初は残るのよね。だからこそ移動時間、経路、警告の継続を相談先と確認するんだ。家族だけで犯人探しをせず、整理した情報を専門の窓口へ渡そう。通知を見せたらどうして早く言わなかったのって責められないかな。そこが大切ね。通知を受けた本人に落ち度があるとは限らないのよ。知らせてくれて助かった。一人で抱えず一緒に確認しよう。責められる不安があると次の異変まで隠す原因になるからな。最初の反応は追求じゃなく共有してくれたことへの安心でいいわ。家族は警告画面、日時、経路、発見物の状態を一つにまとめる。相談した日時や担当窓口、伝えた内容も後から分かるように残そう。所有者が誰かわからないこともそのまま書いておけばいいんだね。警察への相談日や捜査状況が未確認なら確認できないと明記するぜ。空白を想像で埋めない、その姿勢が噂の暴走を止めるのよ。では監視を正当化する執着がどう膨らむか
一般論として見ていくぜ。特定の人物の心理や病気を勝手に診断する話じゃないのよね。もちろんだ。警告だけで設置者の心理や目的は判定できない。第一段階は、心配だから行動を知るだけだという侵害の歪償化だ。勝手に心配して、勝手に監視して、それを親切扱いするの？相手の同意を飛ばし、自分の不安を善意という包装紙で包むんだぜ。心配なら話し合えばいいのに、見えない場所から位置を確かめるなんて変よ。相手の安全を守りたいんじゃない。自分の不安を消したいだけだ。そのために相手の自由を削るなら、もはや保護とは呼べないぜ。行為や心配は、同意のない追跡を正当化する殺じゃないわ。第2段階は、拒絶や距離を裏切りや説明不足と受け取ることだ。相手が離れたいという意思まで、自分への攻撃に変えてしまうのね。自分を被害者だと思い込めば、監視を取り戻す行為だと錯覚しやすい。でも、説明を求める気持ちと、居場所を盗み見る行為は別でしょ。第3段階は、小さく費用品らしい道具だから害はないという言い換えだ。見つからなければ迷惑じゃないなんて、相手の意思を完全に無視してるわ。発覚しないことと、侵害が存在しないことは同じじゃないぜ。むしろ気づけないからこそ、生活の奥まで入り込めてしまうのよ。道具の小ささが、行為の影響まで小さくするわけではないんだ。見えない監視ほど、発覚した後に過去全部が怖くなるじゃん。第4段階は、位置を確認できた成功体験で、頻度が増える構造だ。一度分かって安心すると、次も確認しないと落ち着かなくなるのね。やがて安全確認ではなく、生活を把握すること自体が目的になる。今日はどこ？誰といる？何時に帰るって、支配そのものだわ。ただし今の説明は、特定事件の供述ではなく一般化した構造だぜ。本件の動機は、供述や公的発表で確認されない限り断定できないのよ。報道された言葉があっても、捜査中なら文脈と留保を残す必要がある。便利な機械そのものを悪者にして終わるのも、違う気がするわ。問題は道具ではなく、同意を無視して他人の自由を削る使い方だ。心配という言葉で境界線を消さない。それが最低限の常識ね。家族は保存した警告画面と日時、発見物の情報を相談先へつなぐ。その先の所有者確認や事情聴取は、正式な情報が出た範囲だけね。逮捕、送検、起訴、判決は、それぞれ意味が違う手続きだぜ。逮捕されたというだけで、有罪が確定したように語るのはダメよ。適用された容疑名も、警察発表や裁判資料なしに作ってはいけない。確認できないなら、追跡に使われた疑い、とされる、で止めるのね。設置したとされる人物がいても、責任の確定とは分けて伝える。相談した後も、家族の予定や通学経路は必要な範囲だけで共有しよう。誰が見ていたかわからないままだと、外へ出るだけで背後が気になる。タグが見つかったら終わり。そんな簡単な話じゃないのよね。便利な機械は回収できても、植え付けた警戒心までは回収できないぜ。住むの道なのに、曲がり角や後ろの足音が気になってしまう。しばらくは送迎を増やして、一人になる時間を減らした方がいい。被害を受けた側が通学や外出を変えるなんて、理不尽にも程があるわ。経路変更、家族の送迎、予定を伏せる対応が必要になる場合もある。ただし実際に生じた影響として語るなら、確認できたものだけにするのよ。恐怖を盛るために、存在しない被害や行動制限を足してはいけない。家に帰っても、バッグの中や自転車を何度も確かめたくなる。不安が続くなら、安全確保だけでなく心の負担も相談しよう。本人に早く忘れろというより、怖さが残るのは自然だと受け止めたいわ。監視の被害は位置情報だけじゃない。安心して外出する自由も奪う。家族の日常全体が狭くなる。その重さまで見落とせないわね。ここからは、警告が出た時に家族を守る3つの分岐点だぜ。怖がらせるためじゃなく、一人で抱え込ませないための確認ね。1つ目、通知を消さず、保護者や信頼できる大人とすぐ共有する。誤作動だと決めつけず、まず見えた画面を一緒に確認するのよ。本人を責めたり、交友関係を問い詰めたりするのは後回しだ。知らせてくれてよかった。その一言が次の相談もしやすくするわ。通知は異変を共有するきっかけで、犯罪を確定する判定ではない。だから軽視もしない。犯人が分かったとも決めつけないのね。危険を感じたら人のいる安全な場所へ移り、家族へ連絡する。警告を見た本人が一人で暗い場所を調べに行く必要はないわ。2つ目、警告画面、日時、移動の記録、発見物の状態を保存する。画面を消さない。独断で分解しない。慌てて捨てないことね。写真には全体の状態と発見場所がわかる情報を無理なく残す。でも証拠のために危険な場所へ戻るなんて絶対にしちゃダメよ。3つ目、未成年だけで設置者を探さず、警察や公的窓口へつなぐ。心当たりの人物へ直接連絡して問い詰めるのも危険があるわ。相談先には確認済みの記録と不確かな記憶を分けて伝える。一人で確
確かめない、画面を消さない、家族に隠さない、この3つね。共有、保存、相談。この順番を家族全員で覚えておくんだぜ。危険が迫る場合は記録より安全な場所への移動と緊急通報が先よ。本件には未確定の情報が含まれる可能性があり、行為や責任を断定するものではないぜ。身近な違和感から家族を守るために、チャンネル登録も忘れないでね。